ピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、2025年12月の22日は特別な日です。その理由は太陽がヤギ座の0度に入る日、つまり冬至、南半球では夏至であるからです。歴史的にも夏至は太陽のエネルギーに意識を向けて願いを叶える力を発揮する日として位置づけられていますが、特に今年の当日は日本にとってかなり大切なメッセージを含んでいます。そしてこの日にぜひやっていただきたい超開運行動もお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。まず毎年お話ししていますが、占星術では4つの大事な分岐点があります。春分、夏至、秋分、そして冬至という4つのポイントです。これら4つのチャートを出して1年の流れを見るというのが占星術の王道の星読みです。春分で種をまいて3ヶ月水と肥料をやって、夏至で成長して芽が出て花が咲き、その成長を楽しみ、秋分で実を収穫して実りをいただき吸収し、そして冬至で次のサイクルを最高の1年にするための闇や影や邪魔になるものを手放して掃除して光を受け取る準備をするという流れですね。ですから冬至っていうのは来年に向けて最も大切な日ということになります。で、占星術では春分と秋分という東西の東のラインに関係する点のホロスコープは個人の力がどう発揮して実現をされていくのかというテーマに影響を与えます。そして冬至夏至という北と南のラインに関係する点のこのホロスコープでは、個を超えるグループとか団体とか社会、国ですね、のエネルギーに大きな影響を与えると言われています。そしてちょうど去年の今頃に2024年の12月の当日図を解析して、出した動画があります。それがまたキーワードで上がってくるんでしょうね。それを見ていただいているフォロワーの方たちから改めて去年の当日図で言ってたことがまさに今年起こりましたねというメッセージをいただいておりますが、その当日で解説したのは古い政治、金融、情報システムが変わる2025年というふうに予告しました。まさに日本の政治が変わり、財務省、金融、財務省や NHK、情報システムなどメディアへのあり方にメスが入り始めたということが起こっています。では今年の当日はどうでしょうという話なんですが、その前に、もともと私は歴史が専門なので、冬至と歴史っていうところにもちょっとスポットを当ててみたいと思います。で、冬至というのは太陽の再生、光の復活、闇から光への転換期というものを示している地点です。ですから古代から世界中の民族が非常に大切にしてきた節目なんです。古代のヨーロッパのゲルマン民族は当時にユールログっていう聞いたことがある人も多いと思うんですが、ユールログという大きな丸太を燃やして太陽の光を招くという儀式をしていました。これが有名なクリスマスに食べるブッシュドノエルっていうね、ケーキの起源になってます。それからこれはすごい有名ですけど、ストーンヘンジの石の配列は冬至の日の入りに合わせて設計されている。これはもうご存知の方多いですね。それからアイルランドのニューグレンジは冬至の日の出の光が特定の通路を通って奥の石の部屋、石室を照らすように設計されている。つまり当時の人がいかに冬至を、ギャグみたいですが、冬至を重要視して新しい始まりとして光を受け取る日と意識していたかっていうのがよくわかるということだと思うんです。で、私の子供はもうどちらも大きいんですけれども、小さい頃はシュタイナー幼稚園に通っていたので、冬至の日にはキャンドルを灯して光の復活を祈るという儀式を毎年行っていました。で、日本では皆さん冬至の日に柚子湯が有名ですよね。もちろんこれは柚子の強い香りで身を清めて邪気払いをするという意味もあるんですけど、丸い黄色い柚子が太陽をイメージさせることから柚子を使うようになったとも言われています。かぼちゃも食べますけど、冬至に運のつく食べ物を食べるとね、運がつくってね、こういういろんな風習があります。こんな風に冬至の日には光を復活させるという意識を持って迎える日、これが大事。つまりここから先の1年を光に祝福される1年にするための大切な日なんです。
で、ここで今年の冬至図なんですけれども、せっかくなのでちょっと一度こちらにシェアをさせていただきたいと思います。今年の冬至図が、素晴らしいということになります。こちらが、冬至のアスペクトです。ちょっと見といていただくと、これですね、まず正確な時間を見つけることが大事です。冬至の瞬間っていうのが一番願いを叶えるエネルギーが強いから、もうこの時間ぴったりっていうのが実は一番良くて、調べました。くるくる回しまして。正確に今年は12月22日の日本時間の0時3分4秒です。ちょっと4秒まではいらないかもしれませんが、太陽がヤギ座に移るのがこの瞬間ですね。で、深夜ですね。この時間が最も光のエネルギーが強くなる瞬間なので、後から言う開運リツアルをその時間にできればベストですが、夜中なので、可能な限り近く。ただし、それより前は意味がないです。先生術っていうのは常にフライングっていうのは意味がないので、この時間を過ぎてからできるだけ早くですね。なので、つまりこの日、早起きをしてやっていただくといいと思います。何をやるかは後でお話しします。なぜそれになるかというのは、この当日から説明できるんですが、まずこの瞬間、当日太陽がヤギ座に入った瞬間、火星と太陽が IC でコンジャンクションします。一番下のところをですね、ここくるくるくると、ね、一番下のところにあるわけです。で、IC っていうのは故郷とか我が国、家、基盤、ルーツ、あなたの国、心の土台っていうのを示す場所です。日本の当日では、ここに太陽、つまり意志や創造ですね、と火星、つまり行動や突破力が重なるということは、いよいよ日本が光の力を取り戻す時が来たというふうに読めますね。で、これを個人レベルにすると、家庭、住まい、内面の基盤を磨くことで光を取り込みやすくなる時ですという星読みになります。それからさらにこれがめちゃめちゃ大事なんですけど、この冬至の太陽の真向かいに蟹座のハイジアが今回の当日では日本にとって MC という一番高い南中点というところにあります。つまり当日の太陽とぴったりオポジションということになります。蟹座のハイジアっていうのは本拠地の大掃除をして邪魔になるエネルギーを手放して排除していくことで社会的な影響力を得るという場所です。これも日本が政治において徹底的にネガティブないらない古いエネルギーを排除して浄化していくことができるという可能性を示しています。少なくとも空はそれを期待しています。で、このハイジャーというのはあんまり日本の方が読まない。しかしながら海外では結構読みますし、私の提唱する新時代占星術では最も大事と言っていいほどの大事な小惑星です。私はですね、これは自負できるぐらい本当にいつもやってます。毎日この15年ぐらいは毎日アスペクトを見ています。で、このアスペクトの日にはこういうことが起こるな。で、自分のこうアスペクトも見ながら、すごいいいことがあった日ってどんなアスペクトだったんだろうという莫大なメモを取ってきて、今、占星術、新時代占星術というのを編み出したわけですけれども、ここでハイジアっていうのは現実的にものすごくいい結果になる、わかりやすく結果になるという時に大体絡んでます。例えば私はクリスタルショップ経営してますけど、今日なんかめっちゃお客さん多かったという時には必ずハイジアのアスペクトがあるんです。なのでハイジアが絡んでる当時っていうのは願望実現がすごくしやすいと読んでいいと思います。それから、ちょっと一回ごめんなさいね、読めないんで、消しますが、太陽は魚座海王星と土星とスクエアで、これスクエアってチャレンジのアスペクトなんですが、当時のスクエアは大丈夫です。夢を現実へ落とし込む力を強くする働きをしてくれます。6ハウスっていうお掃除のハウスで、魚座の見えに見えないエネルギーと潜在意識が動くので、深いレベルまでもお掃除できる浄化が始まるという可能性があります。それから太陽はお羊座のエロスという小惑星とトライオンしてます。このエロスも夢を叶えるのにとても強い力を持っている小惑星です。情熱とか生命エネルギーとか自分の欲しいものを手に入れる欲求とかそういうものですね。これが
太陽と調和のトラインを結ぶことで、願うプラス動くが爆発的にシンクロしたりとか、やりたいことが明確になった情熱が湧いたり、新しい流れが自然と起こっていく、スタートの祝福のアスペクトとも言えるアスペクトをとってます。それからもう一つ、冬至の瞬間、月とベスタがヤギ座でコンジャンクションしてます。ベスタは聖なる神の炎であって、自分の役割への誇りでもあります。また、家の火を守るかまど神でもあります。こうやって自分の居場所、家、国というキーワードがもうたくさん出てきます。こういうものを大切にする意識と自分の存在そのものに誇りを持つということが現実的に夢を叶える魔法のエネルギーとなっていくんじゃないかと思います。それから10ハウス、蟹座木星と6ハウス、魚座土星、海王星がトラインを形成していて、10ハウスは社会的な使命や成功、6ハウスは日常の使命や成功、木星は拡大、土星は構築、海王星は夢と浄化。つまり、日々の習慣、生活の土台を整えることで、自分の日々住んでいる場所を浄化してきれいにすることで、社会での評価、成功が大きく伸びるという配置です。ということで、今年12月22日0時3分4秒、あなたの望む未来の姿をビジュアライズして祈るのに最適の時です。私が提唱しているマニフェステーション実現プロジェクトでも、私が出しているコーチング講座でもお話ししていますが、テクニックを知っていても、実際に願望実現するまでのスピードっていうのは、一人一人違うわけです。それは潜在意識がそれを信じた強さによって異なります。つまり、早く夢叶えたいなら、信じる力を強くするということが必要なので、この開運行動が効くぞって信じてもらうためにもう一度おさらいをしてからお話しします。太陽火星が自分の国、自分の家を示す IC に乗っている、その自分の家や自分の国が生命エネルギーの通り道になる。蟹座のハイジアが夢を叶える力を持っていますが、それが MC という社会的使命の場所にあって、太陽とポジションをとって、そこに光の道を作っている。内側に、あなたの内側に光を入れていく場所の浄化が必要である。見えないところを表す場所にそこまで掃除することで夢を現実化する力強くなるという木星と土星と海王星のトラインがありました。ということで、つまりこの日に光の祝福を受ける人になるための開運行動は、家の玄関、窓など外からの光の通り道になる場所を徹底的に磨くことです。吐くんじゃなくて磨くです。見えない埃まで徹底的に排除しましょう。きれいに見えてももっともっと磨きましょう。夜中の12時、4分に磨いているっていうのも、3分に磨いているというのもちょっと異様な光景かもしれませんが、できればできるだけ近い時間に磨いてください。そうするともちろん見えない場所までのお掃除ということなので、心のお掃除もしてほしい。それは過去から持ち続けているネガティブな思い出からの傷をここで手放していくということが開運行動です。もちろんこれが簡単でないことは私が本当によく知っています。私もいろいろありました。でも少しでもその浄化の助けとなるようにビジュアルからのアプローチっていうのが効果的であることも知っています。当時のテーマは何回も言います光。いつもお話ししているこのセプタグラムのシンボルは光、漢字の光という字に似ています。私がこれを受け取ったとき、このまんま目の前にやってきたときに、光っていう字だって最初に思ったんです。光のメッセージだと。七芒星は皆さん、これからの時代、本当に助けになります。皆さんの人生に光をもたらします。あらゆる七芒星、本当に素晴らしい形です。で、これ、ですね、この素晴らしい光のセプタグラムのシンボル、登録商標されているものなので、無断使用はしていただけませんが、私が持っているので、私の許可のもとに、ぜひですね、皆さん、ご自身の心の浄化のために、このシンボルを自分のためでお使いいただけるんだったら、保存してください。ちょっとなので、スクショできるように、私が一度画面から消えます。ここのところだけね、切り取ればいいんで。はい、どうでしょう。あるいはこっちの方が良ければ、私が映らないように。
この辺ね、バチッとこう切り取って写真でも撮っておいていただくと、それをこう携帯の待ち受けなどにね、これね、入れていただくといいと思います。これを見ながら心の浄化というのができます。で、もう一つ何か役に立てるものはないかと思いまして作りました。うちはクリスタルショップなので、クリスタルグリッドっていうのが、一番力があります。クリスタルグリッドっていうのは、潜在意識は届かないような場所、潜在意識とか奥深いところまでエネルギーを届けてくれるという素晴らしいツールです。なので、今回、夏至図のクリスタルグリッドを作りましたので、こちらをじーっと見ていただくことで、この先も必要のない過去のネガティブな思い出をぜひ、この当時に手放していただきたいと思います。なので、ちょっとこちらも、グリッドを作った写真をお見せします。これももうよかったらスクリーンショットでですね、撮っていただければいいと思います。こちらです。はい、これ、クリスタルグリッドで天体に対応するクリスタルで当日図のエネルギーを作っておりますので、これもそのままシャキッとサクッと使っていただければいいかと思います。そして2026年はですね、冬至からスタートすると言っても過言ではないです。いつも言ってます。実はスタートは冬至から。なので、今回このご縁でね、皆さん今年いっぱい、今年中にか、その前から出会ってくださっている方もいますが、今この時点でこの動画を見ていただいている皆さんとは何かご縁でつながっていると思っておりますので、2026年皆さんの人生が光に満ち溢れたものでありますように、私もお祈りしながら、この動画を撮らせていただき、さっきのグリッドも作らせていただきました。恒例のアファメーションですけれども、今回こんな風にI open my heart and mind to receive the divine light. I open my heart and mind to receive divine light. 私はディバインライト、もう神の光を受け取るために心も体ももう浄化されてオープンになっておりますという意識を持っていただけるといいのではないかと思います。素敵な冬至をお迎えください。